皆さん、こんにちは。陽介です。いつも見てくれてありがとうございます。今日は私の生い立ちについてお話ししようと思います。生い立ちとは、人が生まれてから現在に至るまでの成長過程や生活の背景のことを指しています。具体的にどのような家庭で育ったのか、どのような経験をしてきたのか、どのような環境で過ごしてきたのかといったその人の人生の物語を表す言葉です。生い立ちを話すことで私の人となりが少しでも伝われば嬉しいです。まず私の生まれた場所ですが、愛知県の豊橋市というところで生まれました。豊橋市は新幹線のこだまやひかりが止まる駅がある地方都市です。豊橋市、聞いたことありますか？新幹線を使うと豊橋から東京まで1時間半、大阪までも1時間半とちょうど真ん中くらいの場所に位置しています。豊橋には市電という路面電車が走っていて、町のシンボルとなっています。豊橋市の名物といえばちくわです。皆さん、ちくわは知っていますか？ちくわは日本ではポピュラーな食べ物で、魚のすり身を竹の棒に筒状に巻きつけて焼いたものです。竹という漢字は竹以外にちくとも読みます。ちくわはそのまま食べても美味しいですし、煮物やおでんに入れても美味しいです。また、最近ではブラックサンダーというチョコレートのバーも豊橋の特産品として注目されています。これは全国のコンビニに売っているので、ぜひ食べてみてください。パッケージをよく見ると、豊橋産と書いてあるかと思います。さて、私の家族についてお話しします。私の家族は、祖父、おじいちゃん、父、お父さん、母、お母さん、姉、お姉ちゃん、弟、それに私を含めた6人家族でした。父は高校の先生で、母も小学校の先生をしていました。そのため、教育には熱心な家庭だったと思います。こうして今、日本語を教えるということをやろうとしているのも、両親の影響があるかもしれません。実際、姉も小学校の先生をしています。子供の頃は友達と遊ぶのが何よりも楽しかったです。鬼ごっことか缶蹴りとか虫取りなんかをして毎日日が暮れるまで遊んでいました。鬼ごっこっていうのは日本の伝統的な遊びで、一人が鬼、つまり追いかける人になって他の子供たちをタッチするゲームです。缶蹴りは缶を蹴るゲームで、鬼が缶を守って他の子供たちは鬼に見つからないようにその缶を蹴って逃げるというゲームです。缶蹴りは結構鬼が不利なので、鬼はやりたくなかったですね。ちょうど
スーパーファミコンが発売された頃だったので、ゲームもよくしました。マリオとか、ドラクエとか、ファイナルファンタジーとか、ハマってましたね。小学校の高学年になると、野球にハマり始めました。私は少年野球のチームに入っていて、主にサードやセカンドというポジションでプレーしていました。小学生の頃はだいたい8番バッターでした。父が土日も仕事に忙しかったので、一緒にキャッチボールをする機会はあまりなかったんですが、私は一人で家の前の壁にボールを投げて、跳ね返ってきたボールをキャッチする壁当てという練習をよくしてました。結構地道に練習は続けてました。なんでそんなに好きなのかと聞かれることもありますが、とにかくやってると楽しいんですよね。好きの理由を言葉にするのって難しいですよね。好きは好きだから仕方ないっていう感じです。で、中学でも野球部に入って、ほぼ毎日練習に明け暮れていました。あと、中学1年生の頃から塾にも通い始めました。塾について少し説明しますね。塾というのは、学校の授業とは別に勉強を教えてくれるところです。特に試験勉強や成績を上げるために通うことが多いです。私も週に2回2時間程度学校とは別に授業を受けて、学校の勉強だけでは足りない部分を塾で補っていました。日本の受験事情についてもお話ししますね。東京とかその近くの県、いわゆる首都圏では、中学校に入るための受験、つまり中学受験がとても盛んです。子どもたちは小学校の高学年から塾に通って一生懸命勉強して中学受験に挑戦します。早い家庭だと小学校受験をするために4歳とかから勉強する家庭もあります。一方で愛知県では中学受験をする人は少なくて、多くの人が高校に入るための受験、つまり高校受験を頑張るのが一般的です。多分他の地方都市でも同じような傾向かと思います。私もそのパターンで中学3年生の時に高校受験に挑戦しました。なんとか第一志望の高校に合格できて本当に嬉しかったです。で、高校に入学した後も相変わらず野球を続けてました。ただ、高校の野球部では頑張っていたんですが、なかなか監督に認めてもらえなくて、私はレギュラーを取ることができませんでした。レギュラーとは試合に最初から出場するメンバーのことです。自分がどんなに努力してもレギュラーの座をつかめなかったことは今となっても本当に悔しい思い出です。この挫折は僕にとって初めてこうなりたいと強く思っていたことがうまくいかない経験でした。今でもたまに夢で高校時代に部活の練習をしている場面が
出てきたりもします。ただ、この経験を通してすぐに結果が出なくても努力を積み重ねることができる自分というのに少しずつ自信を持てるようになりました。高校の3年生の夏で野球部を引退するんですが、その後は大学受験のために勉強していました。残念ながら野球ばっかやっていたせいで、1年目の大学受験は落ちてしまって、その結果、1年間浪人生活を送ることになりました。浪人っていうのは、大学に合格できなかった時に、もう1年勉強をして再挑戦することです。この浪人時代には、河合塾という塾に通って勉強をしていました。河合塾は全国的に有名な塾で、浪人生や受験生が集まって勉強する場所です。1年間の浪人生活を経て、なんとか横浜にある大学に進学することができました。横浜では私にとって夢の一人暮らしが始まりました。一人暮らしって最初はちょっと不安もあったんですけども、自由に自分のペースで生活できるのがすごく楽しかったです。ご飯を炊いたり、味噌汁を作ったり、自炊もよくしていました。大学時代はサークル活動やアルバイトに励んで、いわゆる普通の日本の大学生の生活をしていました。サークル活動っていうのは、共通の趣味とか興味を持つ学生が集まって活動するクラブのようなものです。アルバイトでは塾の講師をしていたんですが、実は3ヶ月間だけ居酒屋のワタミというところで働いてもいました。ワタミでは主にキッチンで働いていて、ひたすら揚げ物を揚げ続ける仕事をしていました。時給は1000円くらいで悪くはなかったんですが、たまに夕方5時から朝の5時まで働かなくてはならないことがあって、それが本当にしんどくて結局辞めちゃいました。後々ワタミはブラック企業と世間から叩かれていましたが、確かにそうだったなと感じるところもありました。ブラック企業というのは従業員にとって非常に厳しい労働環境を強いる企業のことを指します。例えば、従業員に長時間働かせたり、残業代を払わなかったり、休みを取らせなかったりします。ワタミもそのような企業だったとして、世の中から指摘を受けていました。今は労働環境が改善されていることを願いたいですね。大学4年生では、私は物理学の研究室に所属していました。でも、より高度な研究がしてみたいと思い、東京にある大学の大学院に進学することを決意しました。大学院では研究室に入り、優秀な研究者たちと一緒に研究を進めました。しかし、飲み会の場で量子力学について熱く語る研究室の仲間を見て、私が研究に対して本当の情熱を
持っていないことに気づいてしまいました。もっと早く気づけよと自分でツッコミを入れたくなりますが仕方ないです。それで就職活動では研究職とは違う道を選ぼうと決めました。そしてリクルートという会社で営業職として働き始めました。営業というのはお客様に商品やサービスを売る仕事です。営業は基本的に売上目標を持ち、数字、つまり売上を追いかけるため大変な仕事として認識されています。今振り返っても入社後の 1,2 年が一番大変でした。私はお客さんに対して敬語がうまく使えなかったり、リーマンショックという経済不況の影響で全然目標に達成できない日が続いて、毎日がプレッシャーの連続でした。毎日朝8時頃出社して0時48分の終電まで働く日々で本当にしんどかったです。そんな中、ちょうど4年目に部署が異動になり、環境が変わったことで徐々に成果を上げられるようになってきました。その後は 2,3 年ごとに部署を移動しながら様々な経験を積み、楽しい社会人生活となりました。最初数年間で苦労した経験があったからこそ、その後のキャリアでも成果を出せるようになったんだと思っています。リクルートで16年間働きましたが、上司とか同僚とか周りの人がとっても優しくて、助け合いの精神にあふれてて、とても良い会社でした。今の家族についても少しお話しします。妻とは31歳の時に出会いました。出会って4ヶ月でプロポーズして9ヶ月で結婚したので、周りからは早いねって驚かれることが多かったんですけど、おかげさまで10年経ちましたが、ほとんど喧嘩もなく楽しく過ごせています。結婚してから1年目に長男が生まれて、6年目に長女が生まれて、今では4人家族になりました。家族を持つって確かに経済的には大変なことも多いんですけど、それ以上に一人では経験できないことがたくさんあるかなと思います。子供たちと過ごす時間は本当にプライスレスですね。というわけで、これが私の生い立ちでした。すごく普通に育ち、普通に過ごしてきた人生ですが、振り返ると周りの人に助けられながら幸せに過ごせています。出会う人に感謝しながら、これからも一日一日を大切に過ごしていきたいですね。最後まで聞いてくれてありがとうございました。はい、お疲れ様でした。毎週月曜日、水曜日、土曜日に動画を更新していますので、この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、高評価、友人へのシェアをよろしくお願いします。コメントもいただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。